はい、どうもゆうすけです。今回の動画では、隙間時間の使い方について話していきたいと思います。皆さんどうですか？正しく隙間時間使えていますか？私は、この隙間時間がうまく使えるかどうかが、あなたが日本語がうまくなるかどうかを決めると本気で思っています。その理由も踏まえて今回話したいと思います。そして、じゃあどうやって隙間時間を使えばいいのか、そこまで今回話そうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。はい。まず前提なんですけど、皆さんこう思ったりしてないですか？一日にまとまった時間を勉強した方が効率がいい。例えば、1日2時間勉強するっていうのを続けていくのが効率がいい。確かにその考え方は間違ってないです。むしろ毎日2時間、3時間勉強できるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。ぜひそれを続けていってほしいんですけど、ただそんな人でも隙間時間って絶対ありますよね。どんな人間でも隙間時間っていうのはあると思います。で、科学的に言うと、流暢さっていうのは、一日の中でどれだけ何回その言語に触れたかなんですよね。ここにはちゃんと理由があります。心理学では、一気にまとめて勉強するより、時間を空けて何度も触れる方が記憶に残りやすいっていうのが、かなりいろんな、その、研究で言われていて、これを分散学習と言います。で、これなんでかっていうと、エビングハウスの忘却曲線、皆さん聞いたことありますか？グラフがあるんですけど、人間って覚えた後、覚えた直後、どんどん下がっていって忘れていくんですよ。こんな感じ、あのグラフのように人は忘れます。すごく忘れる生き物です。なんですけど、あるタイミングで復習をすると、そのグラフが戻って記憶が戻るんですよ。なので、私が何が言いたいのかっていうと、時間を空けて勉強する。隙間時間って基本的に時間が空いてるじゃないですか。それが隙間だから。だから、例えば、さっき2時間勉強して、で、その3時間後に、じゃあ隙間時間がある。これって絶好のタイミングなんですよ。めちゃくちゃいいチャンスなので、ここで皆さんに正しく隙間時間を使ってほしいと思います。そうすればすごく記憶に残りやすいので。はい。まずこれで、その隙間時間がただのおまけじゃなくてすごく大事なものだっていうのが分かったと思います。はい。じゃあ今から具体的なね、方法について説明していくんですけど、私が実際にやる方法と科学的な意見も踏まえています。2つのやり方があるんですけど、自分に向いてるなって思う思う方法を選んでいってほしいと思います。まず、一つ目は、やる気がある時です。二つ目がやる気がない時なんですけど、やる気がある時にどうやって勉強するのかっていうのを話したいと思います。結論は、アクティブに勉強してほしいんですよ。どういうことかっていうと、やる気がある時っていうのは、頭が動く時とか、やってやろうって思ってるから、結構難しいことでもできるんですね。だから、皆さんには負荷をかけるような勉強っていうのをやってほしいです。具体的にどういうことかっていうと、例えば皆さん文法を勉強するときに文法の本があるじゃないですか。これを見て勉強すると思うんですけど、例えばじゃあ次の日に復習しよう。その学んだ文法、例えば動詞のセクションを勉強しようと思ったときに、隙間時間に動詞の説明の部分を見て、見てみて、ああ、なるほどね。ああ、わかる。昨日勉強したから理解できるって思うじゃないですか。これダメなんですよ、実は。これ流暢性の錯覚って言って、なんかスラスラ読めるじゃないですか。2回目、3回目の時って。でも、この流暢に読めるのが、実は、その記憶とは全然関係なくて、暗記に全然関係なくて、でもなんかめっちゃ覚えてる気がするっていう。これを流暢性の錯覚って言います。これに皆さん騙されないようにするために何をすべきかっていうと、負荷をかけて勉強してほしいんです。どういうことかっていうと、例えばこの文法のやつがあるんだったら、例えば動詞っ
って書いてあるんだったら、この動詞のところだけを見て、日本語の動詞ってどういうのだったっけな、どんな要素があるっけな、例えば活用があるよねとか、動詞ってなんか種類があるよねとか、なんか日本語の動詞ってあいうえおに、そういう母音に結構左右されたりするよねとか、昨日はじゃあこの動詞をですますに変化する方法を勉強したな。じゃあ例えばこういう単語が例に挙げれるようなみたいな感じで説明してほしいんですよ。なんでかっていうと、この説明が実は最強の勉強方法だからです。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. 他の動画でもたくさん言ってるんですけど、話すとか説明する、今私もそうです。話そうとすると頭がめちゃくちゃ整理されるんですよね。何回も話すことによって、話の順序を考えるわけじゃないですか。どうやったら分かりやすく説明しようかなってなるので、それで順序立てて話すのですごく理解が深まります。別に頭の中で話せばいいです。口に出す必要はないですね。はい。他にもメリットとしては、話してる間に詰まったりするんですね。あれって何だったっけとか、これってどうやって説明すればいいっけとかなると思います。それがめちゃくちゃいいんですよ。そこが自分がわからないところです。昨日は覚えてたけど今日忘れてるようなところになります。つまりそこがあなたが復習すべき箇所なんですね。復習するべき場所だからこそ、そこを集中してやればいいわけです。隙間時間に。はい。要するに、このアクティブに勉強できるときっていうのは、頭の記憶の点検作業みたいなのをやっても面白いかなって思います。だし、やる気があるからこそ負荷をかけて復習してやってほしいと思います。実際にね、先ほども言った通り、時間が空いてるからこそ忘れますし、時間が空いてるからこそ思い出した時の記憶の結びつきがすごく強いものになります。はい。他にも例えば、じゃあ、単語で勉強しようってなったら、同じように勉強するわけです。昨日勉強した単語は何だったっけなとか、昨日のうちにわからない単語をリストにして、で、そのリストを見て、ここだけ勉強するでもいいし、昨日学んだ単語を使って文章を作ってみよう。単語帳を見ずにとかでもすごくいいと思います。頭にすごく負荷がかかるので、記憶がね、すごくいい結びつきになるし、実際にこの文章を作るっていうのも、再生っていうんですけど、単語を使って文章を再生させて作るので、すごい取り出し機能が強くなるので、リスニングとスピーキングにすごく効果があります。でも他にも何でもできると思います。ただ一貫して言えるのは、復習が大事だし、復習するときに負荷をかけて復習してっていうことですね。はい。じゃあ次、逆にやる気がないときどうするのか。人間だからね、やる気がないとか、疲れてるとかね、あると思います。仕事が終わって疲れたとか。でもこういう時に、じゃあどうやって勉強すればいいのかっていうことについて話したいと思います。はい。まず、ここで大事なのが、イマージョンラーニングです。ほとんどの人がね、知ってる可能性があります。私の動画を今まで見てる人は、すごくイマージョンラーニングのことをもう聞き飽きたと思うんですけど、このイマージョンラーニングの中で、2種類私はあると思ってて、自分から能動的にするアクティブイマージョンラーニング。例えばドラマとかを見て、そのドラマ文をしっかり理解していく。発音をしっかり集中して聞くみたいな方法があります。それと、パッシブイマージョンラーニングって言って、今回ここを隙間時間にできたらいいなって思います。具体的には、やる気がないときはいかに言語に触れるかっていうのが大事なので、ただドラマを聞く、ただ YouTube を見るだけで OK です。自分が好きなものを見てほしいなっていうふうに思います。これなんでかっていうと、例えばここで TED トークとか、ちょっとなんか頑張って勉強しようとかってやっちゃうと、すごくストレスがあったり、その動画を見てるときに分からなかったらすごく大変じゃないですか。
だから、良くないんですね。やる気がないからこそ、言語に触れる方法を見つけよう。それがパッシブイマージョンラーニングです。実際に私がした方法としては、私はゲームの動画がすごい好きだったので、ゲームの動画を、英語で見ていました。そのリアクションとかね、ゲームの画面でね、楽しめるからすごく良かったです。はい。最近はホラーゲームを見てね、すごく盛り上がってます。やっぱりホラーゲーム、私めっちゃ怖いの苦手なんですけど、でもちょっと興味があるから、それを英語で見て、で、その配信者のその反応を楽しむって感じですね。でも、言語は英語だから、わかる部分はちゃんと聞き取れるし、わからない単語も気になって調べようってなったりしますね。はい。こんな感じで、好奇心とか楽しいから見るとか、そういうのでいいと思います。全然。例えば、サバイバルが好きな人だったら、サバイバルを日本語で見るとか、そんな感じでやってほしいなって思います。イマージョンラーニングのね、ことについてはもう他の動画でたくさん話してるんですけど、ちょっと補足すると、なんでこのパッシブイマージョンラーニングがいいかっていうと、簡単なものをたくさん聞くって実はすごく大事なことなんですね。簡単なんだけど、それを一瞬で理解できるのか、理解できないのかって話が違いますよね。もしこの簡単なのを全部一瞬で理解できるようになると、ちょっと単語のレベルが上がったとしても、他の難しい単語がね、入ってたとしても、そこに集中できるわけです。これは認知負荷理論の動画で説明してるんですけど、今後言語学習において、素早く処理するっていうのが大事なので、素早く処理する訓練をする。簡単なのをちゃんと聞けるようにするっていう。それもすごく言語学習において大事なので、ぜひこのパッシブイマージョンラーニングのような方法をやってほしいと思います。でも、ちょっと注意点があるんですけど、初心者の方とかっていうのは、すごくネイティブの動画ってのがめちゃくちゃむずいんですね。もう 98% わからないみたいな。ありがとうぐらいしかわからないっていう人だったら、ちょっとネイティブの動画はおすすめしないです。理由としては、先ほども言ったけど、理解可能な文章がないのでね。だから、そういう人たちはドラえもんとか、クレヨンしんちゃんとか、そういう子供向けとか、小学生向けのアニメとかを見るのをおすすめします。でも、どうしてもやっぱネイティブが見たい、そんなドラえもんとかあんまり好きじゃないっていう人は、ネイティブの日本語を勉強する必要があります。やっぱりネイティブの日本語って全然教科書と違うんでね、特にスラングが違うかなって思います。そこで、スラングさえ分かってしまえばね、動画を見ることができると思うので、そういう人たちをサポートするために、ゆうまと私の方でスラングの暗記デッキを作りました。まだね、30単語と60例文しかないんですけど、でもそれでもすごくナチュラルでよく使われる、一番使われる30単語まとめているので、ぜひこれでね、一番よく使われるスラングを勉強してほしいと思います。今ね、新しいものを作ろうとしています。今、100単語、200例文があるものを作ろうとしていて、好評だったらこれもどんどん発表していこうと思うので、もしスラングを勉強したい、ネイティブの動画が見たい、ネイティブと会話がしたいっていう人は、Discord の方から、ダウンロードの方をお願いします。今回の動画はここまでになります。まとめると、まず隙間時間っていうのはおまけじゃなくてすごく大事なもの。隙間時間をうまく使えるかどうかが日本語がね、うまくなるかどうかを決める。で、隙間時間の使い方にも、種類があって、アクティブにするときもあれば、ちょっときついときはドラマを見たり YouTube を見たり楽に勉強するっていう方法を紹介しました。皆さんは自分に合う方法を選んでほしいと思います。今回の動画はここまでになります。ゆうまとゆうすけの方はいつも通りオンラインレッスンを提供してますので、もし興味がある方は無料でトライアルレッスンの方を予約お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。勉強頑張ってください。じゃあね。